こんにちは、パワミです。本日はアプリ開発の1回目、キャンバスアプリの基本を説明します。本日の流れです。はじめにキャンバスアプリ開発の基本を説明します。次に実際のパワーアップス画面で画面と画面の遷移を作ってみます。今回は初めてパワーアップスを使う人向けにキャンバスアプリの基本的な構成を説明します。実際にパワーアップスの画面でアプリ画面の作成と画面の切り替える動きを作ってみるので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルではパワー BI、パワーアップス、パワーオートメイト等パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめにパワーアップスでアプリを作る基本の5ステップを振り返ります。全体の流れとしては、アプリ設計、データベース作成、アプリ開発、テスト、修正、発行、共有の順に進みます。今回は3ステップ目のアプリ開発をアプリの設計に沿って行います。まず、パワーアップスで作れるアプリには、キャンバスアプリとモデル駆動型アプリの2種類があります。キャンバスアプリはいろいろなデータベースが使え、一からデザインを作れ、開発の自由度も高いです。モデル駆動型アプリはデータバースのみデータベースが使えます。すでに用意された業務シナリオにデータベースを当てはめる形でアプリが作られるので、デザインや実装がほとんど自動で作成され、自由度は低いですが、開発のスピードは速いです。今回はデータベースとしてシェアポイントリストを使っているので、キャンバスアプリで作成します。データバースは有料のプランになるため、無料でパワーアップスを体験したい場合はキャンバスアプリで作ると良いと思います。キャンバスアプリは画面、コントロール、プロパティで構成されます。画面はアプリを表示する画面で、例えば一覧画面や登録画面等を作ります。コントロールはアプリのデザインを構成するもので、例えば登録したデータの一覧を表示するギャラリーや登録ボタン、削除ボタンなどがあります。プロパティは画面やコントロールの見た目や動作を設定するものです。例えばアイテム、オンセレクト、テキスト、ウィルス等のプロパティがあります。キャンバスアプリでは画面とコントロールでアプリのデザインを作って、プロパティで何のデータを表示するか、アプリをどう動かすか等を設定します。まだ分かりづらいと思うので、実際のパワーアップスの画面で説明します。これがパワーアップスの編集画面になります。中央に表示されているのがアプリの画面になります。今回のアプリでは買い物、レシピ、献立、店、カテゴリー、材料などの管理画面を作ります。次にコントロールです。一番上に表示している画面を切り替えるタブや材料を入力するフォーム、登録ボタン、登録した材料の一覧を表示するギャラリー、ゴミ箱のアイコン等すべてコントロールになります。画面とコントロールの一覧は一番左のツリービューと呼ばれる場所に表示されます。プロパティでは画面やコントロールの見た目や動きを設定します。プロパティは上に表示されているドロップダウンと数式の入力からも設定できますし、右側に表示されているプロパティからも設定できます。今、画面左上のショッピングタブを選択しています。プロパティではオンセレクトが選択され、数式の設定欄にはナビゲート、スクリーン、アンダーバーショッピングリストと記載しています。これはショッピングタブをクリックしたら買い物リスト画面に遷移するという設定をプロパティでしています。パワーアップスではこのような感じで画面、コントロール、プロパティを設定しアプリを開発していきます。それでは実際にパワーアップスの編集画面で画面と画面の遷移を作ってみます。まずはパワーアップスにログインします。キャンバスアプリを一から作成するを選択し、アプリ名を入力します。形式はタブレットか電話かが選択できます。パソコン画面で使いたいときはタブレット、スマホで使いたいときは電話を選びます。今回はパソコンメインで使うのでタブレットを選択し作成をクリックします。
パワーアップスの編集画面が開きました。ここでアプリ開発をしていきます。中央に表示されているのがアプリの画面です。左のツリービューを見ると、スクリーン1という画面名になっています。このスクリーン1は買い物管理画面にしたいと思います。ツリービューに表示されているスクリーン1の名前を分かりやすく書いておきます。画面やコントロールの名前を変えるのは、右クリックで名前の変更をするか、ダブルクリックでできます。スクリーンアンダーバーショッピングリストに名前を変えました。画面の一番上にレシピ管理や献立管理など他の画面に切り替えるためのタブを追加したいと思います。挿入からラベルを選択します。ラベルはテキストを表示したいときや四角い図形を置きたいときによく使うコントロールです。テキストを入力したいときはラベルとは別にテキスト入力というコントロールがあります。ラベルを上部に配置し、ショッピングと表示します。表示するテキストはプロパティのテキストで変えられます。ダブルクリックでも OK です。テキストのサイズや色などはパワーポイントの操作と同じような感覚で変更できます。ツリービューのコントロール名がラベル1になっているので、タブアンダーバーショッピングに変えておきます。左側のツリービューに表示される画面名やコントロール名は分かりやすい名前をつけておきましょう。特にデータを入力するためのコントロールは、プロパティの設定で関数を書くときにコントロールを指定するので、すぐ分かる名前にしておくと効率的に実装ができます。他の画面に移動するためのタブも作っておきます。ラベルなどのコントロールはコピー&ペーストをすることができます。レシピ、献立管理などの画面に移るタブもコピー&ペーストで作ります。ヘッダーに画面を切り替えるためのタブを配置できました。さて次に上部のタブに表示した他の画面も作っていこうと思います。新しい画面はホームタブの左上、新しい画面から作成できます。今回は空の画面を作ります。また、ツリービューですでに作成している画面を右クリックして画面を複製することもできます。今回は新しく空の画面を作っていきます。すべての画面を作成しました。画面名は分かりやすい名前をつけておきましょう。では次にヘッダーにあるタブをクリックしたときにそれぞれの画面に遷移するプロパティ設定をしたいと思います。まず買い物管理画面でレシピタブを選択します。今選択しているコントロールについてプロパティの設定を変更できます。設定するプロパティは左上のドロップダウンから選びます。タブをクリックしたときに実行するので、プロパティはオンセレクトを選択します。オンセレクトプロパティはそのコントロールをクリックやタップしたときに実行する動作を設定できます。今回レシピタブをクリックしたとき、レシピ管理画面に遷移したいと思います。このようなときはナビゲート関数を使います。ナビゲート関数の使い方は簡単で、ナビゲートの後にカッコで遷移先の画面名を入力するだけです。ナビゲートカッコスクリーンアンダーバーレシピリストカッコ閉じと書きます。画面遷移を実装したので動作を確認してみます。アプリ編集画面で動作をテストしたい場合は、右上の三角のアイコン、アプリのプレビューをクリックします。レシピタブを選択すると、レシピリスト画面に遷移しました。他のタブも同様にナビゲート関数を書いていきます。
買い物管理画面で、すべてのタブのオンセレクトプロパティを設定しました。この上部のタブは他の画面でも同様に使いたいです。こういったときはコントロールをコピーして複製することができます。左のツリービュー、または画面上でコントロールを選択してコピーします。他の画面でペーストをするとコントロールが複製されます。オンセレクトプロパティもそのまま複製するのでとても便利です。すべての画面にタブを複製したので、最後にまたテストをしてみます。右上のアプリのプレビューを押さないでも、Alt キーを押しながらテストすることができます。Alt キーを押しながらレシピタブをクリックすると、レシピリストの画面に遷移しました。同様に他の画面にも遷移をしてみます。画面の遷移は問題なく実装されていることがわかります。アプリを作るときはこのように少し実装したら期待通りに動くかテストしながら進めると良いと思います。本日は PowerApps のキャンバスアプリの基本を解説しました。キャンバスアプリは画面、コントロール、プロパティで構成されていて、アプリの開発はこれらを設定する作業になります。次回はフォームからデータを登録したり、登録したデータをギャラリーに表示するなど、アプリからのデータベース操作を開発していきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。